それでは一番初めの選択肢、マドンナリリーを選んだ方の悪口、陰口を言う人の現状、気持ち、今後についてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカード、オラクルカードを使ってお相手の方の現状、あなたの悪口、陰口を言う方の現状、そしてその方のあなたへの気持ち、あなたのことをどう思っているのか、そしてこれはお相手の方のパーソナルな部分とか、そういうところにフォーカスを当てようってことで、そのお相手の方の過去で、一方であなた以外の周りの方はその悪口陰口を言うお相手の方をどういうふうに思っているのか、そして今後その方はどうなっていくのかと、あなたへのアドバイスについてカードもらっていきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。はい、カードで揃いましたのでオープンしていきます。はい、カード並べ終わりましたので、一番初めの選択肢、マドンナリリーを選んだ方の悪口、陰口を言う人の現状、気持ち、今後についてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って、こちらがお相手の方の現状ですね。あなたの悪口を言う方の現状。で、その方があなたのことをどう思っているのか、あなたへの気持ち。で、あなたの悪口を言う方の過去、過去にあった出来事が、今のあなたの態度に対してどういう影響を与えているのかっていう感じですね。で、あなた以外の、周囲の方がその方のことをどう思っているのか。で、その悪口を言ってくるお相手の方の今後。で、こちらがあなたへのアドバイスという形でカード出してます。で、今回はあなたとお相手の方の関係性とか、状況とか、そういうところは固定せずに、とりあえずあなたの悪口とか陰口を言う人っていうところだけを限定してリーディングしていきますので、ご自身の状況とか関係性に合わせて、メッセージ変換しながら、ピンとくるものを受け取っていただいて、そうじゃないものは、受け流していただいて、リーディングを聞いてもらうと、楽しめるのかなっていうふうに思います。で、出てくるカードによっては、多少その関係性を限定するヒントになるようなメッセージとかが含まれる場合もあると思いますので、そういうところ聞いてもらって、当てはまるな、当てはまらないなとか、ちょっとこれ違うから、スルーしようかなとか、そういうところの参考にしてもらったらいいかなっていうふうに思います。はい。では、リーディングしていきたいと思うんですが、今回カードざっと見た感じ、ペンタクルスのカードが出てきてるの、3枚とも出てきてるので、お仕事関係の方、そういうコミュニティにいる方のことを対象としてあなたが見ている可能性が高いかなっていうふうに思います。違う場合もあると思うんですけど、内容を聞いてもらって、参考にしてもらうといいかなと思います。では早速、お相手の方の現状から見ていきたいと思うんですが、現状は、ペンタクルスの7のカードが逆位置で出てきているので、お相手の方の現状ですね、どんな感じなんだろうってところなんですけど、やっぱりあまりお相手の方自身の状況がうまくいってないっていうところがあると思います。もっとこうしていきたいなとか、ああしていきたいなっていうか、理想とか、改善したいことみたいなものがあるんだけれども、それが改善できなくってモヤモヤするとか、変えていきたい現状っていうのが変えられない状況のままにいて、モヤモヤするとか、そういうところを思っていそうな感じっていうのがあるかなと思います。で、一つは何かそのお仕事とか自分がやってることとか、人間関係かもしれないし、何かうまくいかないことがあってるってことなんですけど、それが原因で、イライラしてたり、ネガティブになってたりするから、そのはけ口として、あなたの悪口を言ってるっていう可能性もあるし、ここでモヤモヤしている改善していきたいこと自体があなたとの関係性、本当はうまくやっていきたいんだけど、うまくいかないから、モラモラじゃない、もやもや、イライラ、混ざったね。もやもや、イライラしてるっていう可能性も、あるかなと、思いますね。この人の感情とし
しては、現状の感情としては、なんかもっと自分はうまくできるはずなのに、なんで今現状こういう状態なんだろうみたいな気持ちがすごく大きくなってる。で、それがイライラになったり、モヤモヤにつながったりしてるっていう感じなので、何かこうね、仕事でももっと結果が出せるはずなのに、成果が出せるはずなのに、うまくいかないから、あなたに対してイライラをぶつけているとか、あなたに対する悪口、陰口を言うことで、それを、このストレスを発散しようとしているとか、そういうこともあるし、あなたとの関係性もっとうまくいくはずだとか、例えば仲直りできるはずだとかね、そういう思いがある。あなたとの関係性、今のままじゃなくて、もっといい関係性にしていきたいっていう思いがあるのに、うまくいかない。あなたの関係性が順調じゃないっていうところに対して、なんか、焦りとか、そういうものを感じていそうな部分っていうところもありそうかなっていうふうに思ってます。そこを深掘りしていく意味でも、お相手の方のね、あなたへのお気持ちってところなんですけど、カードはタロットカードが、審判のカードが逆位置、ルノルマンカードがコウノトリのカードが出てます。で、あなたに対するお気持ちもあなたの悪口を言っている人だから、あなたのことが憎たらしいとかムカつくとかね、そういう気持ちがあって悪口言うとかね、なんかいろいろ気持ちがあると思うので、そこ見てみようということでカード出してるんですけど、基本的には、このお相手の方はこじらせタイプかなっていう風に思いました。コウノトリのカードとかもすごくいいカードだったりするんですよね。だからあなたに対する気持ちってならなかったとか、憎ったらしいとか嫌いだっていうことで悪口陰口を言ってるんじゃなくて、やっぱりここでも言ったみたいに本当はいい関係になるはずなのにってことはいい関係になりたいってことじゃないですか。なので、あなたとの関係性を良くしていきたい気持ちがすごくある。今の関係性、自分が悪口とか陰口とか言ってるから、あなたからすると誰がそんなことを言ってんだよみたいな風に思う部分もあるかもしれないけど、本当はこじらすタイプなのでね、本当はあなたとの関係性を良くしていきたいとか、もっといい関係性になっていきたい。ただここのいい関係性になっていきたいっていうのが、あなたから見てね、あなたとお相手の方が対等な関係で、いい関係っていうのがあなたにとってはいい関係だけど、もしかするとお相手の方が理想にするいい関係っていうのは、あなたが例えば自分の言うことを聞いてくれるとか、自分のお相手の方のね、意見をあなたが全部受け止めてくれるっていうのがいい関係って思ってるから、いや、私はちょっとそれはできませんよってことでギクシャクしてるのかもしれないですしね。そういうところはあるにせよ、お相手の方としては何らかあなたと喧嘩したいとか、バラバラになりたいとか、そういう気持ちがあるわけじゃなくて、関係性を良くしていきたい。目指す先はどうであれね。っていうところはやっぱり気持ちとしてはあるっぽい、かなっていうふうに思います。だから良くしていきたい気持ちはある。その裏返しじゃないけど、そこがうまくいかないから、それが結局悪口とか陰口とかっていう風になって、だから自分の思いとか気持ちをなんで受け止めてくれないんだよみたいなところが大きくなって、周りの人たちに対する悪口とか陰口に、なっちゃってるっていうところが、あるかなっていうふうに思います。で、プラス、審判のカード逆位置で出てきてるので、このお相手の方が自覚があるか自覚がないか、ちょっといろんな方いらっしゃると思うので、それぞれかもしれないんですけど、本当はこのお相手の方自身が変わっていかないといけない。あなたとの関係性を良くするために、この人自身変わらないといけない部分っていうところがあるんだけれども、それが改善できてないっていうところはあるかなって、思います。だからポジティブな気持ちであなたのことは見てるから、あなたのことは嫌いとか、あなたのことを排除したいとか、そういう気持ちがあるわけではないんだけど、関係性を良くしていくためには変わらないといけない部分、変えていかないといけない部分があるんだけど、変えられないから関係性は良くならないっていうところが、ループしちゃってる感じっていうところがあるかなって思います。で、もしかするとお相手の方からすると、あなたとの関係性、例えば昔は良かったけど今はあんまりうまくいってないとか、この人状態が今良くないからですね。そういうこともあったりするし、もしかしたらこのお相手の方からすると、あなたに対してアプローチというか、関係性を良くしていきたいから何かアクションみたいなことを取ってきたんだけれども、なかなかその努力が実らないとか、なんかそういう感じがあるっぽくて、でそこが結構この人の思いとしては、あなたのためにまではないかもしれないけど、あなたとの関係性を良くしようとして働きかけているのに、状況が変わらないことに対してイライラモヤモヤする、それが悪口か陰口につながっているっていうところもあるかなって
思いますし、あとは関係性よくしていきたいという気持ちがあるのになかなか関係性変わらなくて、どうしていったらいいかわからないっていうところが、例えば、あなたからすると陰口とか悪口言われてるって思ってるかもしれないけど、この人自身としては相談してる可能性はあるかなと。周りの人に、なんとかさんと仲良くなりたくて、私はこういうふうに頑張ってるんだけど、あなたが受け入れてくれない。どうしたらいいかなっていうふうに、どうしたら関係改善できるかなっていうつもりで周りの人に言ってるけど、あなたからすると、このお相手の方の行為、ラブじゃなくてもね、これは行為っていうのをあなたが受け入れてくれないから、拒絶されたとか、否定されたって、私のこと、僕のこと言い回ってるわっていうふうに思えちゃうような行動につながってるっていう可能性もあるかな。もしかすると、ちょっと、あなたのことを悪口言ってやろうと思って周りの人に言ってる自覚がない可能性もあるかなって思いますね。だから何かこのお相手の方があなたにしてあげた出来事があって、その時にあなたがどうかこの人の思う通りのリアクションしなくて、でそのことがすごく心に引っかかってて、あなたがこういうことをした私がこういうことしてあげたのに、このあなたはこういうことをしてきたんだよねとか、受け入れてくれなかったんだよねっていうのを周りの人に言ってるっていうのが、あなたからすると悪口陰口だっていうふうに捉えられる、ような言動になっちゃってるっていう可能性も、あるかなっていう感じがします。なので、あなたの感じ方はどうあれ、この人としては、あなたに対してポジティブな気持ちを持っていて、いい関係性にしていきたいっていうところが、ボタンの掛け違いとかね、あなたとお相手の方の価値観の違い、みたいなところにつながって、あなたからすると悪口陰口言われてるっていうふうに捉えちゃう。で、お相手の方からすると仲良くなりたいのに仲良くなれない。で、あなたもね、悪口陰口言ってくるっていう人に対してポジティブな気持ちって持てないと思うから、空回っちゃってるって感じがあるかなと思いますね。で、お相手の方の過去はどういうものだったんだろう。今のね、あなたとの関係性に与えてる影響も含めて見ていこうと思うんですけど、カードとしてはジャスティス、正義のカードが出てきているので、基本的にこの人は、公平公正な方で、何かに偏ってるっていうつもりはないし、そういう風に、誰かをエコひいきしたりとか、誰かを、なんていうのかな。例えばあなたのこと悪いやつだみたいなことをみんなに言って回るみたいな人では、そもそもはないっぽい。ただ、正義のカードだったりするので、自分が正しいっていうふうに思ってる気持ちっていうのが強いから、あなたのことを否定してる気持ちはなくても、自分が正しいっていうことが回り回って、あなたを間違ってるっていうことになっちゃう、ことがあるっていう感じがするかなと、思いますね。自分なりの正義感みたいなものがあるから、それを貫こうとする、柔軟にあなたの価値観、私の価値観っていうのを合わせることがちょっとできなくなっちゃってる。本来はできる人だと思いますけど、客観的に見てね私がやってることとか、私の考え、そしてあなたがやってること、あなたの考えっていうのを客観的に見て、ここは私が引かなきゃだなとか、ここはあなたに説明して理解してもらいたいなとか、そういうところのバランス感覚っていうのはある人だし、それができてきた、それを実行することができた人だとは思うんですけど、ちょっと今は調子が良くなかったり、状況があまり良くなかったりするので、うまくあなたに対しては立ち回れてないっていう感じがあるのかな。だからもともとやっぱり、あなたに対してもあなたのことが憎たらしいとかそういう気持ちがある人ではないので、本当うまくやっていきたいっていう気持ちがあるし、うまくやれてる人だと思うから、やっぱりそもそもこの人が超悪人みたいな超悪いやつみたいな感じではなさそうっていうのはあるかな。過去も含めてね。で、あなた以外の周りの方がこのお相手の方どう思ってんのってところなんですけど、ここは、ペンタクルスの10のカードが聖一とルノルマンカードは、鳥のカードが出てきてます。で、基本的にはやっぱりこのお相手の方っていうのは仕事もできるし、ちゃんと真面目で誠実、ここのねジャスティスのカードも出てるから、悪人みたいな感じのイメージっていうのはやっぱりない。だけど鳥のカードってコミュニケーションを表すカード
ではあるんだけど、ちょっとネガティブな要素みたいなものもあって、でここでちょっと悪口とか陰口とか噂話みたいな感じのカードだったりするんですよね。だからやっぱりこのお相手の方自身は悪い人じゃないし、仕事もできるし、信頼は周りの人たちもしてるんだけど、ちょっと多分あなたの悪口を言い過ぎだなみたいないう風に感じてる。多分この人はその相談っていう名目でだし、この人自身は相談のつもりで周りの人にあなたとの関係性がうまくいかないよとか、あなたに対してこういうことしてみたんだけどこうやってうまくいかなかったんだよとか、どうしたらいいかなみたいな風に言ってるけど、いやもうちょっとそのなんとかさんあなたのことをなんかいろいろ言われてこっちも困るんですけどみたいな、そういう気持ちがあるかな。でこの人自身が悪い人じゃないし、多分仕事のコミュニティの方が多いと思うんですけど、そのコミュニティにおけるこの人の役割とか、この人のなんだろうな、仕事ぶりとか、そういうところに対してはすごく評価はしてるし、だからこの人自身が悪いやつだとは周りの人も思ってはないと思うけど、ちょっとあなたの悪口言い過ぎかなみたいな、愚痴られすぎててちょっと困って対応に困ってるっていう感じが周りの人的にもあるかな。だから周りの人もこいつのこと悪人だとは思ってないけど、やっぱりあなたとお相手の方が揉めてるっていうか、うまくいってないってことは多分知ってると思うし、でそのね、改善したい気持ちがあって私たちに話してきてくれるのかもしれないけど、ちょっとねそこをこう言われてもどっちの味方とかできないしみたいな感じはあるかな。ちょっと言い過ぎみたいなちょっと悪口とか陰口が多い人だなっていう印象はあるので、多分このカードの並びで言うと、今回のあなたとお相手の方のちょっとこうズレというか、そういうところに関する話題が多くてちょっとトゥーマッチになっちゃってて、ちょっと対処に困ってるっていうのが周囲の方のお気持ちとしてはあるかなって。やっぱりこう考え方が違ったりとか、だからあなたが悪いとかこのお相手の方が悪いとかそういうことでもないだろうしって言われても、私たち何もできないしっていうところが、あるかなっていうふうに思います。はい。ではこのお相手の方今後どうなっていくのってところなんですけど、カードとしてはペンタクルスのページ、セージと家。ルノルマンカードは家のカードが出てきているので、ゆっくりではあるけど、この人自身の状況っていうのが改善していくので、あなたに対する陰口とか悪口っていうところも、だんだんなくなっていくんじゃないかなって思いますね。最初から言ってるみたいに、あなたに対してネガティブな気持ちがあって、陰口悪口となるような言動行動をしているっていうわけではない。で、このお相手の方自身の状況があんまりうまくいってなかったりとか、自分自身を変えることができないっていうところがあって、それがあなたに対する陰口悪い、もしかしたらこの人の意識的には相談なのかもしれないけど、そういう風になっていってる。だけどこの人が、本来の自分っていうのを取り戻していけば、その自分のアクション、お相手の方自身のアクションがあなたに対して、ちょっと過剰だったよねとか、ありがた迷惑だったよねとか、私はこう思うけど、あなたはそうは思わないよねっていうことが、今ちょっと理解できてなかったりとか、そこの押し引きみたいなものがうまくできてない状況だったんだけれども、そこがだんだん変わっていく。ゆっくりかもしれないけど、こう変わっていくから、心もこう落ち着いてくるっていう感じがあって、今はちょっと焦りとか、もやもや、イライラ、ざわざわみたいな気持ちっていうところが、どんどん落ち着いてくるっていう風に出てるので、今感じてるあなたのちょっと困るんですけどとか、この人嫌だなとか、そういう気持ちもそれに従ってこうなくなっていくんじゃないかな。あなたに対する、執着まではないかもしれないですけど、あなたとの関係性が問題だっていうふうにこう思ってることに対して、お相手の方自身が、心を落ち着けて前向きに、取り組もうっていうふうにこう思える、あなただけじゃなくて今何か、うまくいってない状況があるんだったら、そこをちょっと少しずつでも改善していこうっていう気持ち、今も改善したい気持ちはあるんだけど、ちょっと空回りしているから、そこのあたりが、もうちょっとこう着実に具体的な、どうにかしようじゃなくて、ここをこう変えていこうみたいな風にお相手の方が思えることで、ちょっとこう心も落ち着いてくるし、心の落ち着きに伴って、あなたへの態度とか、周りの方に対するこう相談という名目の悪口みたいなものも、減っていくんじゃないかなっていう風に思いますね。なんで状況は良くなっていくかなと思います。はい。では最後にあなたへの
アドバイスなんですけど、カードとしては結婚っていうカードが出てきてます。で、これ結婚っていうカードで、カードの意味合いとしては、結婚っていうところに対して、何かこう解決すべきこと、あなたがもうすでに結婚されていてパートナーがいらっしゃる方であれば、そのパートナーとの関係性を見直すとか、まだ結婚はしてなくて、結婚願望有無に関わらず、あなたに対するこう結婚のイメージに対してあなた自身が考え直すとか向き直すとか改めて考えてみるっていうことによって今の状況は改善しますよっていうメッセージなんですよね。で、このあなたの陰口悪口を言ってくる人が結婚相手っていう可能性もゼロではないので、そういう方の場合はやっぱりそのお相手の方との価値観とか、結婚をするっていうことに対してフォーカスしていくっていうことは当然かなと思うんですけど、おそらく会社とか、何らかのコミュニティの中の一人のお相手の方っていう感じもあるので、そういう場合であっても直接結婚って関係ないじゃないですか。別にその人と結婚するわけじゃないし、悪口言ってくる人と結婚するわけじゃないから、結婚って関係なくないって思うかもしれないけど、あなたの中の結婚っていうものに対する価値観であるとか、結婚されていてもうすでに奥様旦那様がいらっしゃる方に関しては、その方との関係性、今うまくいっていようがうまくいっていなかろうがね、その方に対する思いとか、どういう風なものが理想なんだろうみたいなところに目を向けて、そこを改善していくと全然関係ないかもしれない、全然関係ないように見えるこの悪口言ってくる相手との関係性っていうのもうまく変わっていくよ。不思議だけどね。そういうことがあるよってことに言われてますね。潜在意識とか勉強されてる方はご存知かもしれないんだけど、潜在意識って何か今、潜在意識ですね。今私たちが意識して考えてることは、結婚のこと、悪口言ってくる人のこと、仕事のこと、人間関係のこと、みたいな風にいろいろ細分化して物事を考えるじゃないですか。なんだけど、潜在意識っていうのは、そういうのを区別しないらしいです。だから、今目の前にある問題はこの悪口言ってくる相手のことなんだけど、この子に直接アプローチして関係性を変えていくとか、あなたの居心地を良くしていくじゃなくて、こことは直接関係ないように見える結婚っていうことに関して、フォーカスをして、そこに対してあなたが何か改善できることはないかなとか、別に今ポジティブな状態なんだったら、今私は結婚っていう物事に対してポジティブな状況を受け取っているなとかね、そういうふうに思ってみるっていうと、なぜか不思議とこっちもうまくいくっていうことがあるらしいです。潜在意識的なことで言うとね、らしいので、多分そういうメッセージも含まれてるかなと思います。で、そこもしていただいた上でね、他に何かあなたができることって何かなっていうふうに思った時には、やっぱりなんだろうね、あなた自身のこのお相手の方も含めて人間関係とかに対する理想、このお相手の方自身もだと思うんですけど、人間関係っていうのはこうじゃなきゃいけないとか、会社の人間関係ってこうじゃないと、この人が会社の人だったらね、会社の人間関係ってこうじゃないといけないとかね、そういうふうに思ってることがあるんだったら、その子のこだわり、例えば会社の人とはプライベートでは遊びに行かないみたいな、例えばこだわりがあなたの中にあるとするじゃないですか。じゃあそしたら、なんでそういうこだわりを私が持ってるんだろう、僕は持ってるんだろうみたいなことをちょっと深掘りしてみると、ちょっとこのお相手の方との関わり方のヒントになったりだとか、例えばこの人がしてくる行動に対して何か嫌だなってあなたがネガティブな感情を抱くことの私はこういう考え方を持ってるからこの人と考えが合わないんだわみたいなことが分かってくると、分かるだけでもお相手の方の行動とかが気にならなくなったり、この悪口陰口みたいなの言ってきてるってことに今あなたはフォーカスしてると思うけど、そこももうなんか言ってんなぐらいにしか思わなくなったりね。今はなんであの人悪口言ってくるのかな、陰口言ってくるのかなってもしかしたら思ってるかもしれないけど、自分の中で納得感が得るようなものとか気づきみたいなものがあると、そこも気にならなくなってくる部分もあったりすると思うので、ちょっとそれやってみるといいのかな。なので一つは結婚っていうカードが出てるので、あなたに対する結婚観であるとか、結婚されてる方であればパートナーとの問題点とか、問題がなければ問題がないということでもいいんだけど、そこにフォーカスを当てて、そこの価値観の見直しであるとか、そこに対して何かできることをやっていくと、自然となぜかこの人との関係性も良くなっていくっていうのが一つと、もう一つはあなたにとって例えばこの人と
と所属するコミュニティが職場なのであれば、職場の人間関係はこうあるべきだっていうふうに思ってる考え方、価値観っていうものがあるんであれば、じゃあなんでそれを私はそう思うのみたいなふうに深掘りしていってみると、このお相手の方との関係性の解決のヒントになるようなものが得られるっていうことが、アドバイスとしてはあるかなと思います。基本的には、何もしなくても言ったらおかしいけど、この人も状況的にだんだん良くなっていくっていうところもあるし、あなたに対して何らかネガティブな気持ちがあって、あなたのことが憎たらしいとかね、そういう気持ちがあって陰口悪口言ってるんじゃないってところは、一つ安心材料、っていう気持ちはあるかもしれないけど、一つ安心材料なのかなっていうふうに捉えてもらって、あなたはあなたのできることをやっていくのがいいのかなと思います。だんだん良くなっていくと思うので、大丈夫かなと思います。はい。はい、以上で、一番初めの選択肢、マドンナリリーを選んだ方の悪口、陰口を言う人の現状、気持ち、今後についてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。はい、それでは、2番目の選択肢、彼岸花を選んだ方の悪口、陰口を言う人の現状、気持ち、今後についてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使ってお相手の方の現状、そして、あなたの悪口を言う方があなたのことをどういうふうに思っているのか、はい、そしてお相手の方の過去、ここは、なんでねあなたの悪口を言っちゃうのかってところの原因を、過去から導き出してみようっていう感じでカード出してます。で、あとは、あなた以外の周りの方がこのお相手の方をどういうふうに思っているのか、そしてこのお相手の方は今後どうなるのか、そしてあなたへのアドバイスという形でカード出していきます。ではカードシャッフルから始めます。はい、カードで揃いましたのでオープンしていきます。はい、カード並べ終わりましたので、2番目の選択肢、彼岸花を選んだ方の悪口、陰口を言う人の現状、気持ち、今後についてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使ってお相手の方の現状、悪口、陰口を言ってくる方があなたに対してどう思っているのか。で、こちらがお相手の方の過去。なんであなたに対して陰口とか悪口とか言ってくるような状況になっているのかっていうところのヒントを得ていくためにも、過去からの影響みたいな感じで出してます。で、こちらがあなた以外の方が、そのお相手の方をどういうふうに思っているのか。で、その方の今後どうなっていくのか。で、こちらがあなたへのアドバイスという形でカード出してます。で、今回は、あなたとお相手の方の関係性とか状況っていうところは定義づけせずにリーディングしていきますので、ご自身にとって当てはまるメッセージとか、ワードってところを選びながら受け取ってもらえるとリーディング楽しめるのかなというふうに思います。当てはまらないものは、スルーしていただいたりとか、別な選択肢見ていただくなどしてもらうといいのかなっていうふうに、思います。で、カードによっては、あなたの関係性とか状況とかを限定するようなメッセージとかも出てくる場合もありますので、そういった時は、当てはまるものは受け取ってもらって、そうじゃないものはスルーしてもらって、で、あまりにもね状況とか関係性とか違って混乱しちゃうよってところは、別の選択肢見てもらったり、今回は、ご縁がなかったっていうことで、また別の機会に動画楽しんでいただければなと思います。はい。でですね、カードをざっと見た感じなんですけど、決してネガティブな内容ではないと思うんですけど、あなたの気持ちとか、あなたの状況、あなた側から見た時にっていうところは、あなたの気持ち出してないので伺うことができないのでわからない、あなたの意見とかね聞くことができないのでわからないですけど、ちょっとあなた側からの視点で見ると、ネガティブに捉えられる部分とか、ちょっと厳しめに感じられる部分とか、人によってはあるのかなっていうふうに思いますので、その自分の考えを全肯定してほしいとか
こうじゃなきゃだみたいな感じのこだわりみたいなものがある方は、もしかしたら別の選択肢で見てもらったり、今回の動画はご縁がなかったってことで、また別の機会にね、動画楽しんでもらった方がいいかなと思います。状況的には決してネガティブではないとは思うんですけど、あなた側の、気持ちというか視点っていうか、そういうところによっては、ちょっとそうだな、ネガティブに捉えてしまう人もいるのかなっていうふうにちょっと思うので、一応注意喚起だけしておきます。当てはまらない、違うなって思う場合、これ私じゃないとか、絶対違うって思う場合は、多分違うと思うので、はい、別の選択してみてもらった方がいいのかなと。はい、思います。では、リーディングしていきましょう。まず、お相手の方の現状から見ていきたいんですが、こちら、タロットカードはカップのページが正位置で出てきています。なので、基本的には、このお相手の方の現状っていうのは、人間関係も円滑だし、すごくポジティブで前向き。で、このお相手の方は、自分にも、この人自身にもだし、あなたも含めた周りの人に対してすごく優しい人っていうのが出てきてて、で、この人の認識としては、あなたはこの人に悪口陰口言われてるって思ってるかもしれないけど、この人の認識としては、今私の周りの人間関係ってすごく円滑だなとか、うまくいってるなとか、いい人に恵まれて嬉しいなとか、そういう気持ちがすごく高まってる、っていう感じが、するかな。日々の生活に対してすごく感謝できる人だし、感謝してるような状況だし、あなたを含めたそのコミュニティの人間関係に対しても、すごく優しい人っていう感じもあるし、優しくできてるし、で、周りの人たちから優しさをすごく受け取ってるよっていう感じがあるので、あんまり不満とか、愚痴とか、そういう感じの感情になってないっていう感じが出てきてますね。で、そういうお相手の方が、あなたの目線から言うと、悪口とか陰口とか言ってきてるってことなんですけど、あなたに対してどういうふうに思ってるのってところなんですけど、ここもね、全然ネガティブなカードじゃないんですよね。タロットカードはワンドの2。で、ルノルマンカードが、コウノトリのカードが出てきてるので、もしかすると、このお相手の方がいるコミュニティにあなたが新しく入ってきたとか、もしくはその逆で、あなたがいるコミュニティにこのお相手の方が新しく入ってきたとか、ちょっと変化とか、移動とか、そういうようなものを伴う関係性っていうのがあなたとお相手の方の中にはある。ずっと前からこの人との付き合いがあってみたいな感じっていうよりかは、新規の人間関係みたいな印象がちょっとカードとしては出てきているんですよね。なので、もしかしたら、これ4月の後半ぐらいに上げる予定の、動画になってるので、新年度とか新学期とか、そういうところで、人間のね、移動とか、職場での移動とかね、そういうところがあって、新しく出会った人とか、新しく関わりを持つことになった人を対象に、あなたが見て、あの人私の悪口言ってくるな、僕の悪口言ってるなとか、そういうふうに思って見てる可能性がちょっと高いかな。新規の人間関係っぽいイメージもちょっと入ってきてます。で、そういうお相手の方、なんで新しく出会った人っていう感じがあるんですけど、このお相手の方はあなたに対して、そういう新しい出会いの人っていう印象、気持ち以外には、基本的には何事に対しても前向きに、頑張っている人だし、すごく、目標を定めてそれに対して努力できる人っていう評価はすごくしているなっていうふうに、思います。で、何でも効率よく、こなせるし、すごくいい人っていうか、その素敵な人とか、仕事だったら仕事できる人とか、そういう評価っていうのをお相手の方自身をしてるから、ネガティブな気持ちは全くない。あなたからすると、あの人は私の悪口言ってくるって思ってるし、実際言ってる現実があるのかもしれない。あなたの方から見るとね。何かあるのかもしれないけど、お相手の方としては、あなたに対してネガティブな気持ちは一切ないし、ムカつくとか嫌いとか、なんだとか、そういう気持ちは全然ないかなっていうふうに思います。で、あなたとの関係性もすごく前向きに捉えていて、この人も、現状的に
だし、その今の精神状況的にもすごく満たされてるから、あなたとの関係性はこれから良くしていこうとか、これからその今のごめんなさい。これから今のチームでね、なんか一緒に頑張っていこう。何か目標、仕事だったら職場のなんか目標とかね、あると思うんですけど、そういうのをこう一緒にこう協力しながらやっていこうっていうようなこう描く未来がある人っていう風な認識でいてくれているかなって思いますね。なんかちょっとね、ミスマッチがあなたのから見てる世界と、このお相手の方が感じてる世界には何かこうミスマッチがあるなーっていう感じはありますよね。あなたは悪口陰口を言う人がいると思ってこの動画見てると思うんですけど、ちょっとこうね、あなたが感じてることとお相手の方が感じてることっていうのはちょっと違いそうだなっていうのは出てますね。はい。では、お相手の方は過去に何かあって、今の行動とか言動とか、悪口を言ってくるってあなたは思ってますけど、そういうところに関して、どういう影響を与えられる出来事があったのかとかね、そういうところ、過去からの影響を出してます。カードとしては、吊るされた男のカードが逆位置で出てきているので、もしかすると今よりも前のこのお相手の方は、なんか結構自分にメリット、デメリットがあるかどうかで人と関わり合いを持つかどうか決めていたりとか、自分に対してメリットがある人に対しては優しくする、そうじゃない人に対してはあまり関わらないようにするとかね、そういう意識で、生きてきた部分が今まで、過去なんでね、今まではあったかもしれないけど、何かをきっかけにしてね、このお相手の方は、すごくなんか周りの人のためにとか、自分のためじゃなくて周囲の人のがもっと良くなるようにとかね、そういう意識で過ごすことに決めたとか、そういうふうに、自分を変えていこうっていうふうに思えるような出来事が昔にあったんじゃないかなっていうふうに、思います。何か辛いこととか苦しいこととかうまくいかないことがあったとしても、その壁をこう乗り越えていくようなアクションが必要だよね。自分にとっていいこと、メリットがあることに対してだけ努力するんじゃなくて、自分以外の周りの人たちが良くなっていくようにっていうところに対して努力するとか、そこにこうフォーカスして力を注いでいくことの大切さみたいなものをこう学んできた人だよみたいなことは出てきているかなって思いますね。ある程度見返りがないと努力しても意味ないよねみたいな風に思ってた時期もあったんだけど、そうじゃないよね。周りの人たちのために自分が何をできるんだろう、何ができるんだろう、何が必要なんだろうっていう風にこう思っていく、そういう考え方って大切だよねっていうようなことを学んでこられたかなっていうふうに思うし、あとは現状うまくいかないとか、なかなか状況が思うようにいかない自分の努力みたいなものが前向きな現状を作っているように感じられないような状況のままだったとしても、そこで諦めずに忍耐強く向き合っていくことの大切さみたいなことを学んだ経験があるんだよみたいなふうに思ってるので、あなたに対してあなたの気持ちとかあなたの状況みたいなのは出してないので、見てくださってる方がご自身の状況とかお気持ちとかに照らし合わせて考えてもらったらいいんですけど、ここで出てるカードから言うと、もしかしたらそういうお相手の方の自分よりも相手のこと、周りの人たちのことを大切にするとか、自分のこと損得感情じゃなくて、自分が損をしてでも周りの人たちのために尽くすみたいなマインドであったりとか、行動アクションっていうのがあなたからするとちょっとうざいなとか、ちょっとありがた迷惑だなとか、そういうふうに思える瞬間がもしかしたらあるのかもしれない。この人があなたに対して何かネガティブな気持ちを持ってるっていうよりかは、この人は基本的にポジティブな感じだし、あなたに対しても悪い感情はないんですよね。だけどあなたはこの人から悪口陰口を言われてるっていうふうに思ってるから、何か多分意見のミスマッチっていうのはありそうですよね。あるかなっていうふうに思うんですけど、多分そういう、例えばあなたはほっといてほしいのに、この人は自分のことよりも周りのことっていうのはあなたのことも含まってると思うので、あなたに対して何ができるとか、あなたが困ってそうだったら何困ってることないとか、そういうふうに働きかけてくることがあなたからするとちょっと
トゥーマッチだなとか、ちょっと困るなとか、そういうちょっと今はほっといてほしいんだけどなみたいなっていうようなこう気持ちのズレで、それを多分このあなたとこのお相手の方の関係性っていうのは新しい関係っていう感じがあるので、それをもしかすると周りの人に対して、いやなんとかさんってなんかこうおとなしい感じの人なんですかねとか、どういうふうに何が好きなんですかねとか、どういうふうにここアプローチしていったらこう関係性良くなりますかねみたいな風に言ってるのが、あなたからすると悪口陰口を言ってるみたいな風に見える、っていう風な可能性はあるかなと。なので少なくともこの人はあなたの悪口をなんとかさんムカつきますねみたいな風に言ってるつもりは全くないし、多分そうは言ってないと思います。出てるカードからするとね。だけどそれがあなたの目線から見ると、ちょっとこうネガティブに見える。なんかまた私のこと言ってるんだろうな。僕のことなんか言ってるんだろうな。みたいな風にこう思えるような状況になってるっていうところは、やっぱこうボタンの掛け違いじゃないけど、見てる同じ状況なんだけど、見てる目線が違うから、あなたからすると悪口を言われてるように見える。お相手の方からすると、あなたの関係性を改善したくて動いているっていう感じなのかなと思いますね。なんか自分のことよりは相手のこと、周囲のことを優先するとか、あとはこう、ちょっと多少うまくいかないなっていうふうに思ったことも、時間をかけてじっくりと、努力していくっていうところが、っていうことを学んだよみたいなことが出てるので、あなたとの関係性も、ちょっとこう、この人はうまくいかないとは思ってないんですよね。前向きにしていこうとか、あなたの関係性をいいものにしていこうみたいな気持ちがあるので、なんかそのいいものにしていこうってところでこう何かアクションを起こした時に、あなたからすると、それを拒否したのか、拒否はしてないかもしれないけど、それの行動に対して多分あなたは嫌だったのかな、わかんないけどね。そういうことがあって多分何かのミスマッチ、あなたがこの人に悪口言われてるって思うようなズレみたいなものがあったはずだから、でそれをこう諦めずにこの人があなたに対してこうアプローチを続けてくるっていうのが、あなたからするとネガティブな状況、言動、行動に見えてるっていう可能性はあるかなっていうふうに、思いましたね。なのであなたのことも諦めないとか、あなたのこともなんかあの人私に対してちょっと塩対応だからちょっとなんていうのかな、関わりをあんまり少なくしようかなみたいな風なには思わない。ちょっと諦めずにもうちょっとこう関わってみようみたいな風にこう思うタイプの状況、環境、気持ちが思ってる感じがするので、それがあなたからするとちょっと困るなっていうような、ちょっと温度差があるなとかね、そういう風にこう感じられる可能性はあるかなと思います。ではあなた以外のね、周囲の方がこのお相手の方をどういうふうに思ってるんですかっていうのをこちらのね、2枚のカードで出してます。で、タロットカードがワンドのナイトのカードで、ルノルマンカードが、指輪のカードが出てきてます。で、これも大層ポジティブなカードでございまして、なんで周りの人たちはこのお相手の方のことをね、すごく、何事に対してもこう勇気を持って前向きに行動できる人たちですごく有言実行できて信頼に厚い人っていうことをすごく言われて、そこをすごく評価してるなっていうふうに思います。で、フットワークが軽いし、すごくポジティブ思考でこう爽やかっていうか熱い情熱を持ちながらも、なんかこう自分からこう前へ出ていくところが感じがいいなみたいな風に思っていらっしゃるので、やっぱこの周囲の方の気持ちとか、このお相手の方の状況とか、あなたに対する感情でもあなたはこの人に悪口言われてると思ってるっていうところをこう複合して考えると、やっぱりこの人の例えばこの熱いところとか、その前向きにこうアクションを起こしてくるところっていうのが、いやあなた自身がそう思ってるじゃないとしても、ちょっとうざいなとか、ちょっとめんどくさいなってあなたの方が感じちゃってる部分っていうのがもしかしたらあるのかもなって思います。このカードだけ見ると、このお相手の方があなたの悪口を言う要素がないんですよ。だからどっちかっていうと、あなたの方がこのお相手の方に対して苦手意識を感じてるから、この人の言動とか行動とか、もしかしたらさっきも言ったみたいに、悪口陰口を言うっていう風になってるので、お相手の方があなたのことを誰かに相談するとか、なんとかさんの心の扉をノックしたいと思うんですけどみたいな、何が好きとかあるんですかねみたいな風にこう言ってることが、あなたからするとちょっとうざいなとか、なんで私のこと僕のことそんな気にするのみたいな風にこうネガティブに受け取ることになってしまって、悪口陰口言われてるっていう風になっちゃうっていう可能性はあるかなと
思いますね。結構難しい状況でも、このお相手の方の努力でこう乗り越えている、乗り越えてきてるみたいな感じのカードだし、約束は果たす人だみたいな感じで出てるので、周りの人から見ても、もしかしたらあなたがこのお相手の方に対して苦手意識を持ってるとか、ちょっともしかしたらうざいなとかめんどくさいなってもしかしたら思ってることは周りの人たちは理解してるかもしれないけど、そこを勇気を持ってこの人はあなたに対してアプローチができる人だ、なんか信頼できる人だみたいな風にこう思ってるから、そうやって周りの人たちがこのお相手の方のことを肯定するっていうことが、もしかしたらあなたの目線から見ると疎外感を与えてしまったり、なんか私には味方がいなくって、このお相手の方は周りの人がみんな味方してて、みんなで私の悪口言ってるんだみたいな風に思い込んじゃうみたいなところがある。あるとすればね、あるかもしれないなって。なんでもしかしたらあなたの方がこのお相手の方にちょっと一線引いてる感じだけど、このお相手の方が頑張る感じっていうのを周りの人が見てて、わあ頑張ってるなーみたいな、それはなんかその引き気味のうわ頑張ってますねあの人って感じじゃなくて、あなたはちょっとこの言い方したらちょっと悪いかもしれないけど、分かりやすく言うとですね、あなたのことはちょっと難しい人っていう感じがするのに、このお相手の方は頑張ってあなたのことを輪に引き入れようとか、もっとコミュニケーション取ろうとしてちゃんと頑張ってて偉いなみたいな風に思う、なんかそういうニュアンスの、別にこの周りの人のあなたへの気持ちを出してるわけじゃないので、ちょっとこのカードから出ていろいろ周りを推測するとってところで出してるので、そうじゃないこともあると思いますけど、なんかちょっと頑張ってるなとか、すごく勇気があってチャレンジしてるなみたいな感じの印象をこのお相手の方に対して周りの人は思ってるので、そのチャレンジの対象があなたである可能性もあるかな。それ以外に全然仕事とかねですごく前向きに頑張ってるなって、難しいこととか、なんか私はできないやって思えることをこの人はやりこなしてる。で、しかも有言実行でできる人だみたいな風に周りの人は思ってるので、ネガティブな要素はちょっとあんまりないかなって思います。でこのお相手の方今後どうなっていくのってところなんですけど、カードとしてはタロットカードが、ペンタクルスの2のカードが逆位置で、ルノルマンカードが山のカードが出てきてます。なのでやっぱりこのお相手の方としてはそうね、あなたとの関係性を、特に問題視はしてないと思うので、基本的には向上心を持ってあなたとの関係性もうまくやっていこうとしていくっていう感じがあるから、そのさっきも言ったみたいにこのカードから出てくる感じで、もしあなたがこのお相手の方のその前向きな感じとか、あなたに対して関わろうとしてくる感じがめんどくさいなとかうざいなとか、そういうふうに思ってる部分があるとすれば、それが直ちになくなるっていうことはなさそう。この人は忍耐力を持って、そして自分の掲げた理想に対して前向きに、アクションを起こしていくっていうところがこの人の特性だし、周りの人たちとの人間関係もうまくやってる人だし、うまくやれてる人っていう感じがあるので、それと同じようにあなたに対しても接してくる、そういう状況で安定するっていう感じがあるかな。なのでもしかするとさっきも言ったみたいに、あなたがこの人のことうざいなとかめんどくさいなって、もしそういうネガティブな感情があなたの方にあるんであれば、そのめんどくさいなうざいなっていう状況はこれから先も続いていくのかなっていうふうには思いますね。あんま変わんないって感じがするかな。なんでちょっとこのカード見る限り、あなたの悪口とか陰口とかを言ってる感じではないんだけど、あなたがそう悪口とか陰口とか捉えてる状況がこの中にあるのであれば、その状況はちょっと続いちゃう感じはあるかなと思いますね。ちょっとあなた側からの目線とか、あなたの状況とか、あなたの気持ちっていうのを出してないので、見てくださってる方ご自身が、自分の気持ちはこうだなとか、自分の状況はこうだなっていうところと照らし合わせながら見てもらう必要があるかなっていうふうには思うんですけど、ちょっとこのカード、お相手の方側にフォーカスを当ててみた感じだと、そうね、お相手の方はあなたのこと嫌ってないし、悪口とか陰口とか言ってるつもりは全くない。ただあなたに対して、あなたはもし、きっと悪口陰口言われてるって思ってるってことはうまくいってるとは思ってないと思うので、あなたはこの相手の方との関係はうまくいってないと思ってるっていう人に対しても、このお相手の方は前向きでポジティブで、なんか自分のことを犠牲にしてでも、あなたがうまくいくにはどうしたらいいかとか、あなたとの関係性をうまくやるにはどうしたらいいかってことを前向きにね、アクションを起こしてる、そういう人だったりするので、
それがうざいなって思うんだったら、ちょっとそれが続いちゃうところはあるのかなって思います。ね、悪い状況じゃないけど、やっぱりお互いの見てるものとかものの見方の違いっていうところによって、ミスマッチが起きてきてんのかなっていうふうには思うけど、っていうところですね。はい。ちょっと、あとはアドバイスで、カードからお伝えしましょう。はい。で、あなたへのアドバイスのカードは、感情っていうカードが出てますね。で、この感情っていうカードは、この、お花の前で、女の人が涙を流して泣いてますけど、今はあなた自身が自分の感情と向き合うタイミングです。あなたは自分自身の感情と向き合わないといけないよっていうことが出てきてるんですよね。で、あなたはこのお相手の方から悪口陰口を言われてるっていうふうに思ってるけど、あなたの中にある悪口陰口言われたなのか、このお相手の方に対するうざいなとかめんどくさいなとか、こうネガティブな感情とか、そういう何かがあると思うんですよね。それに対してそれに対してとか、そういう感情、どういう感情が自分の中にあるのかっていうのうざいなとかめんどくさいなとか、もしかしたら辛いなとか、苦しいなって感情かもしれないですけど、何があるのかっていうのをまずはこう客観的に見ていくっていうのがすごく大切で、頭で考えるんじゃなくて、何を今自分が感じてるのかっていうのを一回ちょっと把握する。で、その感情をちゃんと味わっていくっていうところが大切かな。で、別に、ポジティブな感情もあると思うし、ネガティブな感情とかもあると思うので、今自分がどういう気持ち、どういう感情っていうのを、持ってるのか感じてるのかっていうのを、余すことなく、もう紙に書いても、いいですし、どういう、だからさっきも言ったみたいに、この人はすごくポジティブで前向きで諦めなくて、周りの人たちからも信頼が厚くて、そういう人に対してネガティブな感情を感じちゃう僕私ってダメなのかなとかいう判断はいらない。もう本当この人のことが苦手なんだったら、苦手でいいので、そうやって感じることを、全部否定したりとか隠したりとかせずに、別に誰かに言うわけじゃないからね。とりあえず一旦自分が何を感じてるのかっていうのを一回洗い出してみるっていう作業をしてみてねってことをね、このカードはね言ってるんですよね。感情は一人一人違うので、正解はない。だからこの人は今あなたと一緒に過ごしてるコミュニティの中で全然ネガティブな感情を感じてない。でもあなたは何らかネガティブな感情を感じている。で、この人が正解、あなたが不正解ってことではないから、やっぱり見てる視点によって物事の見え方は違うし、それぞれの価値観によって同じ出来事だったり同じ関わりであっても感じ方は違うから、何を感じてるのかっていうのを一回自分の中でちょっと整理していく、っていう時間を取ってみるといいかなっていうふうに思います。で、思い切り泣きたかったら泣けばいいし、笑いたかったら笑えばいいし、悔しいとかムカつくってものだって思っていいから、一回それを中途半端に蓋することなく、自分の中にあるものっていうのを素直に表現する。別にこの人に向かってムカつくとか言わなくていいので、一旦自分の中にあるものはどんなものなのか、本当にあいつムカつくんだよねみたいな、理由はないみたいなのでもいいから、そういうふうに出してみる、っていうのを一回やってみるのが必要だよみたいな風に言われてるかな。だからもしかするとあなたの中で本当はネガティブ、まさかめんどくさいなとかちょっとうざいなとか、そういう風に思う感情があるのに、そんな風に思っちゃいけないとか言って蓋したりするから、余計このお相手との関係性をストレスに感じたりとか、さっきも言ったみたいにこのお相手の方と周囲の人たちが自分を孤立させてるんじゃないかっていう思い込みに発展したりとかね、そんなことなくても。だってこの人孤立させようとか思ってないからね、あなたのこと。一緒に未来見ていきたいと思ってるから、なのに自分の中でネガティブな感情を変に蓋したり、変に方向性を曲げたりすることによって、より悪い方向に何か妄想が働いちゃうってこともあるから、一回ちょっと自分の感情を整理してみる。もう別に周りの人がいい人って言おうが、私にとってあいつはムカつくやつなんだよって別に思ったっていいし、別に本人の前でそれを言ったりとか急に喧嘩ふかけるとかでなければね、問題はないので、一回ちょっとそうやって蓋せずに感じてみるっていうことをやってみましょうってことは言われてるかなと思いますね。あとは自分の中にある感情の整理っていうのが大切だよってことも言われていて、その感情的、逆にもしかしたら
この人のことムカつくんだよっていうのをめっちゃコミュニティの中であなた出してるかもしれないし、ね。で、さっきも言ったみたいにそれをこう隠しすぎて、なんか嫌なこととか、いや私は違うんだけどなってこう思うのをもうすごくこう隠しすぎたり、抑え込みすぎたり、それも感じちゃいけないみたいな風にこう抑え込み、もしくは全然違うとか、この人たちの反発をすごく感情的に出してるかもしれないし、ちょっとそこのバランスっていうのをもう一回見ていくっていうのが必要なんで、この一つの感情を出しすぎるとか、もしくはなかったことにして無視するとか、そういう極端なことをしてないかなみたいなことを、見直しするっていうのも必要かなと思います。この人に対してなんかムカつくでもいいし、なんだろう、うざいでもいいし、なんか仲間外れにされてる感じがして悲しいなでもいいし、どんな感情でもいいから、どういう感情があって、その感情はどこから来てるんだろうとか、その気持ちって本当に自分の気持ちなのかなとか、なんかそういうのをちょっとこう掘り下げてみてみる。もしかすると誰かが言ってたことを自分の考えだと思ってこの人を見てるのかもしれないし、別にこの人がみんなから信頼されてるから、この人のことを私は絶対好きにならないといけないみたいな風にこう思ってるせいで、なんかいろんななんだろうな、心のバランスみたいなものがうまく整わなくって、ネガティブな方向にこう考えが至っちゃう、よりネガティブな方向に考えが至っちゃうってこともあると思うので、なんだろう、そのどういう気持ちなのか、どういう状況なのかっていうのをやっぱり整理していくっていうことがとても大切だし、もしかすると対この人に対する感情じゃなくて、過去に感じた過去の誰かの過去の人間関係のなんだろうな、圧力であったりとかネガティブな出来事っていうのをこのお相手の方に投影して、どうせこの人もこういうことを言ってるけどどうせこうなんでしょみたいなものがもしかしたらあなたの中にあるかもしれないしね。なんかそういうものがないか、今本当にこの人に対して感じてる素直な感情なのかっていうところも含めて、別にいいんですよ。ムカついたらムカつく。何がムカつくんだろう、なんでだろうみたいな、こういろいろこう掘り起こしてみると、あれみたいな、この人にもしかしたら過去の上司の面影を感じていて、あの上司ムカつくやつだったからこの人もきっとムカつくやつに違いないっていう風に思ってるだけじゃないってこう気づきもあるかもしれないしね。なんかそういうことも含めていろいろちょっとこう掘り下げてみるっていうのが大切かなと思います。なんでネガティブな気持ちも、ポジティブな気持ちも、全部とりあえずこういう感情があるんだなっていう風にこう思って、でなんだろうな、それ以外はなんでこのお相手の方に、さっきも言ったみたいに過去の上司のことをなんか重ねてるんだと、そのことは関係ないから、一旦そこはこう流して、もうちょっとフラットな気持ちで見れるようにこう手放ししていくっていうような作業がもしかしたら必要かもしれないねってことは言われているかな。なんで、もしかしたらこのお相手の方に対して何か思ってることを抑圧しすぎてるせいで、ネガティブな方向に考えがいってることもあるだろうし、本当にこの人と合う合わないっていうのはね、あると思うので、それを変な自分の中でムカつくっていうのを出しすぎてしまって、なんかそれがやっぱりお相手の方からするとなんとかしなきゃっていう対象になっちゃって、よりなんかこうざがらみが増えちゃう、あなたからするとね、うざがらみが増えちゃって悪いループになっちゃってるとかいう風になるんだったら、このお相手の方と意見が合わないとか違うっていうことをもっとこう別の方向で発散する、その感情の出し方とか気持ち、意見の伝え方みたいなものをちょっとこう変えていくことで、このお相手の方との関わり合いが変わっていって、そのあなたが悪口とか陰口とか言われてるっていうふうにこう思えるような状況、現状っていうのを変えていくっていうアプローチもできると、思うので、ちょっとその自分の気持ちの整理、感情の整理、感じちゃいけない感情はないっていうふうに自分のことを許してあげて、まずはそのどういう感情があるのかっていうのを自分の中で整理整頓していく。そしてその感情の出し方、表現の仕方っていうのをちょっと考えてみることによって、このお相手の方との関係性っていうのは良くなっていくんじゃないかなって思います。なのでこれはあなたからしたら受け取り方は聞いてくださってる方それぞれちょっと違うかもしれないけど、少なくともこのお相手の方はあなたに対してネガティブな気持ちはないし、悪口を言ってるっていうことも
おそらくなさそうな感じがするんですよね。カードだけ見るとね、いや言われてるんですっていう人もいるかもしれないけど、だけどそこが、おそらくこの出てるカードからすると、あなたの方の解釈違いとか、変に感情を抑えたり自分の意見を抑えたりする、この相手に対する反発っていうのを変に抑えたりしてるから、そこのなんていうの、変にギューって抑えるとどっかに穴が開いてプシューってなっちゃうじゃないですか、みたいな感じでこう変な風に捉えちゃってるみたいな、こう可能性がすごくちょっと高いのかなって思いましたね。なのでまずは自分の気持ち感情の整理整頓っていうところをやっていってあげるといいのかなって思います。絶対にこの人が正しくてあなたが間違ってるってこともないし、この人と考え方が違うんだって思うあなたが悪いとかはないので、だからもう別に本人に向かってバーカとか言わなければなんかこの人の考えが理解できないっていうふうに思うことは悪いことじゃないのでね、なんかそれをね、自分にとってこう許してあげる、でその上で、自分の感情と向き合ってその感情の表現の仕方をもう一回考えてみると、このお相手の方との関係性もより良い方向に進んでいくんじゃないかなって思いました。厳しめかな。はい、以上で、2番目の選択肢、彼岸花を選んだ方の悪口陰口を言う人の現状気持ち今後についてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。はい、それでは3番目の選択肢マトリカリアを選んだ方の悪口陰口を言う人の現状気持ち今後についてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って、お相手の方の現状、そしてお相手の方のあなたへのお気持ち、そしてお相手の方の過去、ここは、今ねあなたのこと悪口とか陰口とか言ってるっぽいんですけど、その人の行動とか考え方に、過去の出来事がどういう影響を与えているのかみたいな感じで出してます。でプラス、お相手の方をあなた以外の周りの人はどういうふうに思っているのか、そしてお相手の方は今後どうなっていくのか、そしてあなたへのアドバイスという形でカードを出していきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。はい、カードで揃いましたのでオープンしていきます。はい、カード並べ終わりましたので3番目の選択肢マトリカリアを選んだ方の悪口陰口を言う人の現状気持ち今後についてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って、こちらがお相手の方の現状で、こちらがあなたの悪口陰口を言ってくる人のね、あなたに対するお気持ち、あなたのことどう思ってるのか、でこちらがお相手の方の過去、ここはあなたの悪口とか陰口とかを言ってくるような性格行動に影響を与える、過去の出来事とか、そういうのは何かあったのかなみたいな感じで出してます。でこちらは、あなた以外の周りの人がこの人のことをどう思っているのか、でお相手の方の今後どうなっていくのか、でこちらがあなたのアドバイスっていう形でカード出してます。で今回はあなたの悪口陰口を言ってくる人がいるってことだけは皆さん共通で、どういう状況なのか、どういうコミュニティなのか、どういう関係性なのかってところは定義づけせずにねリーディングしていきますので、ご自身の状況とか関係性とかに当てはめながらね、ピンとくるものは受け取っていただいて、そうじゃないものはスルーしてもらってリーディング聞いてもらうと動画楽しめるのかなっていうふうに思います。でカードによっては状況とか関係性をちょっと限定するようなキーワードとかメッセージが入ってくる場合があるので、そこはお伝えしますけど、ここもね当てはまるものは受け取ってもらって、そうじゃないものはスルーしてもらって、聞いてもらうといいかなと思います。であまりにも当てはまらなくて混乱しちゃうなとかね、ちょっとわけわかんないなとかそういうふうに思う場合は別の選択肢ご覧いただくか、今回の動画はご縁がなかったということでね、また別の機会に動画をお楽しみいただければと思います。はい、では早速リーディングしていきたいと思うんですけど、カードざっと見た感じね、
マトレカリアさんが3番目の選択肢になるので、他の2つの選択肢についてはリーディング終わった後なんですけど、一番が癖強な相手はここかなっていう感じがしますね。で、パッと見た印象で、2パターンというか、1つはもしかしたらちょっと恋愛絡みの可能性もあるかな。ちょっとこれ私の動画見てくださってる方、ほとんどの方が女性なので、今見てくださってる方も女性の方で、悪口、陰口を言ってくださる方、誰かいるとして。で、その相手の方が、恋愛的な意味で、あなたに好意を寄せてるとか、そういう可能性もあるかなっていうのが、一つ。あとはそうじゃない人もいらっしゃると思うので、そうじゃなかったとすれば、お仕事関係の方、相手は男性であれ、女性であれ。特に上司なのかなっていう感じがするかなと思います。なんで、当てはまるところは受け取ってもらって、そうじゃないものはスルーしながら、リーディング聞いてもらうといいかなと思います。では、まずはお相手の方の現状からね、見ていきたいと思います。カードとしては、タロットカード、ペンタクルスの4のカードが逆位置で出てきてるので、今、ちょっとお相手の方ね、状況良くないねって感じはしますね。ちょっと、頑固者っていう感じもするし、うまくいってない、自分が守りたいっていう風に思ってたものを手放すことになったとか、失ってしまったとか、ちょっと状況が不安定になっちゃって、で、余計にこれ以上悪くならないように、しがみつこうとしてるっていう感じがありますね。なんで、さっきも言ったみたいに、ちょっと恋愛絡み、あなたとお相手の方がもしちょっと恋愛的な関係性が何らかあったんだとすれば、例えばあなたという人を失ってしまってとか、お別れをしたりとか、あなたに振られたとかね。別に特に告白とかされてないけど、あなたに例えば彼女がいることが分かった。私はあなたのこと好きなのに、みたいな。っていう状況に対して、これ以上状況が悪くならないようにするために、あなたのことをつなぎ止めたいとか、あなたのことを私の方に引き寄せたいとか、そういう気持ちが強すぎて、こじらせちゃってるって感じもあるかなと思います。あと、お仕事関係って感じだったら、多分、あなたがっていうか、ちょっとミスがあったとか、ちょっとうまくいかないような、現状があったっていうことに対して、これ以上状況が悪くならないように、対策をしていかないといけないんだけれども、このお相手の方が考えた計画であるとか、対策みたいなものがあんまり、良くなくて、あんまり効果がなくて、ちょっと状況があんまり良くない状態が続いている。で、この人が一人でわちゃわちゃしてる。孤軍奮闘してるっていう感じもあるかな。そうね、うまくいってない感じっていうのはすごく、あるかな。あとは、そのうまくいかなかったこと、もしかしてそれあなたとの恋愛かもしれないし、あなたも関わるお仕事かもしれないけど、そこの一つのミスとか、そのうまくいかなかった結果っていうところに、すごく執着して、そこを、ぐちぐち言ってくるみたいな感じもあるかなって思います。なので、あなたが、このお相手の方が悪口、陰口言ってくるっていうところに対しては、もしかすると、何か仕事がうまくいかなかったとか、ミスがあったっていうところが、もしかすると何かあなたが、メインで担当していたとか、実際にあなたが何らかミスをしてしまったのかもしれない。だけどそれを、その状況を改善するっていうことにフォーカスを当てるんじゃなくて、あなたのせいでとか、あなたがミスしたからとか、そういうふうに言ってくる感じっていうのがもしかしたらあるのかもなっていうのは出てますね。で、このお相手の方があなたのことどう思ってるの？あなたに対する気持ちってところなんですけど、ここが、ワンドのクイーンが逆位置と、ルノルマンカードが、手紙のカードが出てきているので、例えばお仕事関係とかだったりすると、あなたからの連絡とか報告みたいなものがネガティブだみたいな、嫌な連絡してくる人みたいな感じの気持ちっていうのがあるかな。なんで、さっきも言ったみたいに、あなたがやってたとか、メインで受け持ってたプロジェクトとか、仕事みたいなものがちょっとうまくいかなかったとか、あなたがミスしちゃったとかね、そういうことがあれば、ほうれん草はしなくちゃいけないから、多分この人が上司とか先輩とかに当たるんだと思うんですけど、その人が、報告とかする、ね、チャットでするかもしれないし、結構手紙っていうのが出てるので、文章って感じがするんですけど、そういうのを
報告もらった時にうわ嫌だなみたいなふうに思ったっていう印象がすごく強いかなと、っていうふうに、思いますね。だからあなたに対してちょっと不満を感じてる、っていうのは、感情としてはあるかなって、思いますね。あとはもしかすると、ちょっとわがままな人だなとか自己中な人だなとかね、あなたが本当に自己中だとかわがままだって言ってるんじゃなくて、この人から見たらあなたなので、なんかわがままだなとか自己中だなとか、そういうふうに思ってる。あとはもしかすると何かあなたがお仕事でミスしたとかだったりとかしたら、本当に実際あなたがそうかっていうことは置いといても、この人からするとなんか責任転嫁されたとか、責任転嫁する人、なんか私は悪くないみたいな態度を取ってるみたいな風にこの人は思ってるっていうところはあるかな。実際にもしかしたらあなたも私そうしちゃったかもみたいなのがあるかもしれないけど、そういう印象が強く残ってるっていう感じかな。ちょっとね、そうね、あんまりいい印象は持ってないかなと思います。でももし恋愛絡みとかだったりとかすると、わがままな印象とか自分勝手な印象みたいなところはあるとは思うんですけど、もしかしたらこのお相手の方はあなたからの連絡を待ってるっていう可能性はあるかなって、思いますね。だからなんかもしちょっと恋愛、特にこの悪口とか陰口とか今回のテーマだと恋愛に限らない、恋愛のテーマで見てる方は少ないと思うんですけど、ちょっとこの他のカードの出てきた印象みたいな感じで言うと、ちょっともしかしたら恋愛絡みの人もいて、でそれは本当に付き合ってた人があなたの悪口言ってる、別れた元カノが悪口言ってるとかじゃなくて、もしかするとあなたからするとそういう恋愛とか思ってなくて、であの人悪口陰口言ってくるなーって、それが異性だったり、もしかするとあなたに対して恋愛感情を持ってる同性かもしれないけど、そういう人がいて、だから自分の思い通りにならないみたいなところが、あなたに対する気持ち、としてあるかな。なんで別にあなたは恋愛対象と思ってないから、でもなんかあいつ悪口言ってくるんよなっていうところを掘り下げていくと、もしかするとそういう恋愛感情みたいなものをこじらせて、私の言うことを聞いてくれないあなた、私の気持ちを受け止めてくれないあなたは、私の気持ちを受け止めてくれないってことはわがままだとか調子乗ってるとか、そういうふうに思ってるっていう可能性はあるかな。なんか連絡を欲しがってるとか、もしかしたらあなたが連絡を返してない、もしくはお断りの連絡を入れたとか、そういうのが気に障ってるみたいな可能性はあるかな。これは恋愛で見るとね、でもそういう今はもうお仕事関係って感じだと、何か都合の悪い連絡報告を、この人に対してあなたがしてきたみたいなのを根に持ってるっていう感じがあるかなって思います。いろいろね、あなたとお相手の方の状況とか関係性によって変わってくると思うんですけど、ちょっとそこを受け取ってもらったらいいかなと。なんで、厳しめっていうか、悪口陰口言ってくる人だから、やっぱりあなたに対するネガティブな気持ち、感情、ムカつくなとか、あいつみたいな気持ちはどうも持っていらっしゃるようだということはわかります。はい。で、お相手の方の過去ですね、過去の状況とか言動とか、そういうものが、今の状況とか言動とかにどういう影響を与えているのかって感じでカード出してるんですけど、カードとしてはペンタクルスのクイーンのカードが正位置で出てきているので、この人的にはうまくいってた過去っていうのがあるっぽい、自分のやり方でうまくいっていた過去っていうのがあるから、それをすごく信じてるとか、自分には魅力があるっていうか、自分はちゃんとしてるとか、自分はしっかりしてるっていう自信がある。その自信を持てるだけの過去っていうのがあるから、自分のやり方は間違ってないとか、自分は能力があるんだっていうところを信じてるって感じがあるかな。なんでお仕事関係で、多分上司とかそういう感じの人だったら、自分のやり方とか自分の管理とかっていうのは問題はなかった。だけどミスしたのはあんただみたいな、いやお前が責任取るんやの上司だったらっていうのがあるけど、お前とか言っちゃった、ごめんなさいねそういう感情はあなたの方からするとあるかもしれないけど、この人としては自分の管理とか自分の采配には問題がなかったみたいな自信っていうのがあるから、あなたに対する不満になりやすいし、そのミスをもしあなたがしたんだとしてもね、その組織のリーダーとか上司っていう立場なのであれば、そこも含めて現状を良くしていくとか、これから先そういうミスが起こらないようにしていくために対策考えるとか、
なんかしないといけないんだと思うんだけど、悪いのはあなた、ミスしたあなた、私はちゃんとできてたみたいなのがちょっとこう強く残ってる、自分のやり方は間違ってないみたいな気持ちがすごく強いかな。なんか自分はあとは人を育てる能力があるとか、そこに関してすごく自信があるから、なんかそれがうまくあなたに対して通用しなかった、もしくはあなたがこうミスしてしまったとか、あなたがメインで対応していた何かがうまくいかなかった。でも僕はちゃんと人を育てるとか人を見ることができる人だから、ミスをしたあなたに何か問題があるんじゃないかみたいなこう物の見方をしてる。だからあなたがわがままだとか、あなたが責任転嫁してるとか、そういうような見方になっちゃう。なんで別に本当にあなたがわがままなのか、本当にあなたが責任転嫁してるのかっていう事実はわからないね。このお相手の方から見た目線なので、客観的事実っていうのは私は聞いてないのでね、わかんないですけど、そういうことを、自分に自信があるというか、私はできるぞみたいな感じじゃないけど、これまでやってきた自分の経験とか、なんかそういうものがあるから、これ過去の経験と今のあなたとの関係性を照らし合わせた時に、自分は間違ってないよねっていう気持ちが強いから、やっぱりあなたに対してこう責めるような態度になってしまったり、あなたから見て悪口とか陰口とか言われてるっていうような態度行動になっちゃうのかなっていうふうに思いますね。であとはその恋愛的なみたいなところもちょっとカード的に出てきてるので、その感じで言うと、なんか自分の中でここもやっぱ自分のやり方は間違ってないよねとか、自分のこの、アプローチの仕方とか、あなたに対する接し方っていうのは間違ってないはずだから、それを受け取ってくれないあなたが悪いとかね。そういうような思いに至りやすい傾向っていうのがあるかな。なんで自分は、なんだろう、完璧だみたいな感じじゃ、ないけど、ちゃんとできてる。真面目に向き合ってるみたいなものが、やっぱこの人、どういう関係者の方であったとしても、それが自信でいいところでもあり、ただそこの自信があなたのことをこう追い詰めるとか、あなたの自分は大丈夫だから、じゃあなんでこの現状なのって言った時に、悪いのはあなただみたいな風に思考になりやすい可能性はあるかなって思いますね。はい。では、あなた以外の方がこのお相手の方をどういう風に思ってるのか、周りの方がどういう風にお相手の方を思ってるのかっていうのをこちらのカードで出してます。で、カードとしては、ペンタクルスのナイトのカードが逆位置で、ルノルマンカードが、怒りのカードが出てますね。なので、やっぱりここも、周りの方からすると、自分の考えに固執してて、で、改善が見られないみたいな感じで出てるから、やっぱり、少なくともね、あなた以外の目線でこの人を見た時にそういう風に出てくるってことは、あなたが何かミスしてしまったとか、あなたがメインで受け持ってるお仕事とか、組織全体のお仕事とかがうまくいってない、っていうことに対して、少なくとも上司だったり管理者だったりするこの人の影響とかはあるだろうっていうのは周りの人は思ってるから、やっぱりこれ、仮にあなたが何かミスしたんだとしても、あなただけが悪いっていうふうには多分周りの人も思ってないんじゃないかなって思います。で、このお相手の人が、その仕事上の組織だったり、チームだったり、そういうものをこう安定させたいとか、ちゃんとこう真面目に取り組んでるとか、そういう気持ちっていうのは周りの人たちも理解はしてるんだけど、今回何か起きた事件、あなたがミスしたのか、このお相手の方があなたを責めたくなるようなね、そういうことに関しては、それはそれかもしれないけど、そこから先、じゃあどうしていくか、どうやって改善していくか、ミスはした。うまくいかなかったっていう事実があったとして、こっから先良くしていくためのアクションが足りないんじゃないのみたいなのは、周りの方はこの人に対して思ってるかな。ちょっとダラダラしてるとか、やっぱりこのぐちぐちあなたを責める感じ、あの時あなたがミスしたからとか、こうはっきりとは言わないかもしれないけど、そういうのがこう見えるような言動行動みたいなものがあるんじゃないかなって感じもするし、逆に言ったらこれ以上悪くならないように変化を恐れて何もしないっていうところが、周りの人から見ると、いやいやそれじゃいかんやろみたいな感じに見えるっていうところはあるかな。あんまりこう改善に対して動いてないように見えるから、それって時間とかリソースを無駄にしてんじゃないのみたいな感じで周りの人がこう思うっていうところは
ありそうかなと。何かこう変えていくとか、何かミスがあったとかうまくいかなかったっていう現状があるんだったら、何か自分の考え方を変えるとか、チームのやり方を変える、仕事のやり方を変えるとか、そういうチャレンジングなことはできない人だよねみたいな。そういうところはあるかな。安定させていくとか、うまくいってるものをうまくいかせ続けるっていうところは得意かもしれないけど、何か事件が起きた時、トラブルがあった時にそれに対処していくとか、そこをこう前向きに切り替えて、じゃあそれをピンチをチャンスにじゃないけどしていくのは苦手だよねみたいなところはあるかなと思いますね。もしこれが恋愛絡み、あなたのことに好意を抱いてる誰かっていうような感じで見る場合も、やっぱりこう自分がうまくいかなかったとか、うまくいかせられなかったのに自分は悪くないみたいな考えにすごく固執してるとか、あとはもう分かりやすくあなたにもし振られちゃったんだったら気持ち切り替えて、いつまでもあなたという存在でこだわらずに次、もっといい出会いがあるかもしれないのに、そこにこだわり続けて動かない人みたいな、感じで、自分は変わらないのにあなたに変わってほしいと思ってる人みたいな感じで、恋愛絡みとかだったら、そういうふうに周りの人たちからも受け止められてるかなと思います。なので、後であなたへのアドバイスも言いますけど、もし何らかあなたが自分の中でね感じる、私にも落ち度があったとか、僕がミスしてしまったっていうところに何らか責任を感じてるような出来事、責任を感じるような出来事が彼にあったとしても、あなただけが責められるような状況じゃないと思うな。思ったんだことな。間三つみたいな感じになっちゃった。っていう感じじゃないかな。本当に客観的に、いろんな方が見てらっしゃるので、その事件はどうだとか、あなたがどうだとかいうのはわからないし、もしかしたらあなたもね、いや、私は悪くないって思った瞬間とか、そういう態度を出しちゃった瞬間もあったかもしれないけど、そこだけが責められる、要素じゃないんじゃないかなって、思うから、この3番目の選択肢を選んだ人は、やっぱりお相手の方の態度とか振る舞いにもやっぱりちょっと問題ありそうだなって思います。悪口とか陰口を言ってくる相手の方にもやっぱり問題はあるかな。あなたにも悪い部分とか、ミスしたとか、そういう事実があったとしても、あなただけが、だからっつってあなたが悪口言われたりとか、陰口言われたりとか、それが正しいってことはなさそうだなっていうふうには思いますね。はい。では、お相手の方、今後どんな風になっていくんでしょうかってところなんですけど、カードとしては、ソードのクイーンの逆位置と、ルノルマンカードは星のカードが出てきてます。なんで、そうね、これ見た感じだと、ちょっと、あなたから見て厳しい状態っていうか、こいつなんっていう風に思う状況っていうのはちょっとしばらく続きそうかなっていうふうに思います。タロットカード、カードリーディングで見れる未来っていうのは、今リーディングしたタイミング、もしくは今あなたが見てくださったタイミングから、3ヶ月からマックス半年先ぐらいまでの未来を見るのに適してる占い方なので、一生ずっとこのままってことはないけど、少なくとも3ヶ月から半年の間は、このお相手の方にちょっと責められてるようなことを感じる気持ちみたいなのはちょっと続いていきそうかな。ちょっとあなたに対して、悪口陰口を言う人っていう風になってるけど、もしかするとその直接厳しい言葉をこの人があなたに対して言ってくる。で、言ってることは間違ってないと、ミスしないようにしてねって言われて、それは間違ってないじゃないですか。ミスしないようにしないといけないから。間違ってないけど、その言い方がちょっと辛辣だったり、あなたの状況とか意見とかを聞かずに、一緒に対策を練って、じゃああなたがミスしないようになのか、今後このね、お仕事、状況が良くなっていくためにはどうしたらいいかなっていうことを考えるんじゃなくて、もうほんと失敗せんねよみたいな感じで強く言ってくるとか、それは間違ってないんだけど、いや、そういう私ばっかり責められてとか、そういう気持ちになっちゃうような出来事、言動みたいなことをしてくる可能性はあるし、あなたが、いや、じゃあミスしないためにはこことかこう変える必要がある。自分がミスした自分が悪いけど、例えば組織とかチーム、的にこういうところで、なんていうの、安全策じゃないけど、例えばダブルチェックとかね、してほしいですとか例えば言っても、そういうのは受け入れないとか、そんなできない上司がいるのかわからんけども、ね、ダブルチェックはした方がいいぞっては思うけどね、例えばね、そういうこと、こういうふうに改善していった方が
組織的にも良くなるんじゃないか、そのミスを防ぐためにはこういう策を講じていってもいいんじゃないかみたいな意見を、例えばあなたもしくは周りの人が言ったとしても、いやいや今までこのやり方で良かったんだからみたいな、そこにこう固執していく自分の考えを貫き通そうとする、みたいな姿勢はなんかちょっと続いていくんじゃないかなっていうふうに思うし、やっぱりうまくいってない現状とか、周りの人ともコミュニケーションうまく取れてないから、やっぱりこの人自身のイライラみたいなものが、続いちゃう、可能性はやっぱりちょっとあるかなって、他人に厳しく自分に甘いじゃないけど、そういう感じはちょっとありそうかな。星のカード出てるので、やっぱり良くしていきたいとか、この人なりの理想みたいなものはなんかちゃんと掲げてて、それに対して向かっていきたいという気持ちはあるんだけど、なんかちょっとやり方が良くないとか、周りのあなたも含めて周りの人とのコミュニケーションが円滑じゃないから、本当に効果のある対策だったり改善策だったり、そういうものが取れるのかっていうと、だから相手を責めるっていうことで解決しようとしてしまうっていうところが、ちょっとこれから現状も続いていく可能性はあるのかなって思いますね。ちょっと恋愛絡みというか、あなたに対して好意をある人っていうのがなぜか知らないけど周りもあって悪口言ってるみたいな感じの場合であっても、そうですね、なんか自分の気持ちを受け止めてくれないあなたが悪いみたいなその姿勢っていうのは崩さないかなと思いますけど、ただなんだろう、別にそれが恋愛だろうと、それ以外の人間関係だろうと、あなたに仮に何か非があるようなミスであったり、そういう何かっていうか別に気持ちを受け取れないっていうのは別にミスではないからね、考え方の違いとかね、そういうものがあったんだとしても、あなたの方に何かこう責められるというかね、そういう要素が仮にいろんな角度から見ればあるんだとしても、この人相手の方も変わっていかないといけないし、それは周りの方から見ても、客観的に見てもそうってことは、なんかあなたは自分を責める必要はない、ちょっと辛いっていうか、この人が変な人だなっていうのは続いていきそうな感じはするけど、あんまり自分を責めすぎないでくださいねっていうメッセージがこのアドバイスに出てきてるかなって思います。お相手の方がどういう立場、あなたとの関係性がどういう関係性であったとしても、やっぱりあなた自身が悪い、あなただけが悪いとか、そういうことはないからねっていうのをこのカードがね、アドバイスとして伝えてきてくれてるかなっていうふうに思いまして、カードとしては回復力っていうカードが出てきてます。なんであなた自身がね、本来のあなたっていうのはちゃんと強さもあり、優しさもあり、素敵な人であるっていうことは間違いない。あなたがもし失敗したりミスしたりうまくいかないことがあったとしても、ちゃんとあなたが思う理想の毎日であったり、理想のあなたでいるっていうことはできる。だから何か失敗したからって言ってなんか全部ダメだってことはないし、これからずっとあなたはこれから未来先ね、ずっと嫌な気持ちで過ごしていかないといけないってことは絶対ないっていうことをこのカードは言ってきてくれてるかなっていうふうに思います。もしお仕事絡みだったり、このお相手の方とのコミュニケーションの中で何かすれ違いとか行き違いとか、なんかミスしちゃったとかうまくいかないってことがねあったとしても、そこからあなたはちゃんと学びを得て、で、そこから立ち直って前を向いて歩いていく。で、あなたはどんどん成長していく。成長している最中だから安心してねってことは言われているかな。だからこの人があなたのことを何か責めてきたり、あなたのせいでうまくいかないんだとか、なんで私の気持ちをあなたが受け止めてくれないんだ、それはあなた方の性格が悪いからだみたいなことをね、仮に言ってきてる、愚痴ってる、悪口言ってるとしても、そんなことはなくて、でも過去に何かミスがあったとか、何かね、あなたの態度が良くなかったとか、そういうことがあったとしても、そこで学びを得て、よし自分は変わっていこうっていうふうに思えばね、そこは、この人との関係性で学んだんだとか、何か仕事のこのミスのあった出来事で自分は学んだんだってところを学びだけ受け取って、他のネガティブな気持ちは手放していって全然いい。こいつとか言っちゃった。この人が申し訳ありません、お口が悪かった。この人があなたのことを責めてきたとしても、あなたはその何か出来事を通してあなたが学ぶべきことを学んだら、あなたがあなた自身をこれ以上責める必要はない。この人があなたのことを責めてきてももう無視でいいです。全然
だからあなたはやっぱりそこからちゃんと学んで成長してるから自信を持ってもらって構いません。構いません。はっきり言う。構いません。こいつが、またこいつ、この人があなたのこと責めてきても気にしないっていうのが、まず大切。で、これからやってくるチャンスに対して前向きになっていいし、どんどん挑んでいい。あなたが幸せになるとか成功をつかむためのチャレンジはやめる必要はない。この人が何を言おうと関係ない。そこはまず一つ信じておいてほしい、ポイントかな。で、やっぱりミスしたりとか責められたりとかしたら落ち込むじゃないですか。で、悲しかったり傷ついたり、したとしても、その瞬間悲しい気持ちとか辛い気持ち、辛い時間っていうのが永遠に続くことはないから安心してほしいし、次もし同じようなことがあった時にあなたはもっとうまくやれる。だってちゃんと学んだもん。そこは自信を持ってほしいかなと思うし、同じことを失敗を繰り返さないようにあなたは成長できてるし、その強い力っていうのをあなたは持ってる、っていうのを信じていってほしいかなって思いますね。だから失敗があってまだ思い出すとなんであんなことしちゃったんだみたいな風に思っちゃうことはあると思うけど、それはね、もうなんであんなことしちゃったんだって思うことは悪くはないから、そこは一旦あんなこともあったなーって、思うことを自分に許して、その出来事をなかったことにしたり、大丈夫なふりする必要はない。やっぱりあの失敗結構引きずってるんですよねっていうことをね、思ってても全然いいし、そうやって失敗があって自分は辛かったな、次はそういう気持ち感じないようにしたいなっていうことがやっぱりあなたの成長を促すし、その気持ちがあるからこそどんどんあなたは学んでいける、そういうふうに思ってもらっていいんじゃないかなって。やっぱりね、この人があなたのこと責めてくることもそこに上乗せされて、あなた自身も自分を許せなくなったりとか、ネガティブなループから抜け出せないってこともあるかもしれないけど、もうなんてことやっちゃったんだって自分が感じて、自分ででも前向きになろうって思える、そういうことにこのお相手の方、この辺悪口言ってくる人ねに介入させないっていうのは重要だったりするかなって、思います。そういうふうにあの時なんでこんなことやっちゃったんだって思うこと自体がやっぱりあなたが成長してるっていう証。だからね、だって別に気にしなかったらミスしたことにも気づかないし、ミスして何にも思わなかったらやっぱそこも成長はないからね。やっぱあなた自身がやっちゃったって思う、それを感じられるあなたでいられるってことに、逆に感謝ですよねみたいな風に思えればいいのかなって。だから自分はそうやってそこから学んで、どんどんいい方向に進んでるっていうことを信じることで、さらに未来は良くなっていくから、そこは責めすぎないでほしいし、責める気持ちが浮かんだとしても、それを否定せずに、でもこういうことを思うっていうことは自分が成長してる証、だから過去の自分を全肯定できなくても、でも変わっていけてる、これから先の未来の私はその時のミスした時の自分よりも良くなってるっていうふうに思えるといいのかなって、思いますね。で、あなたが辛い気持ちを経験して、でもそれを乗り越えたら、あなたはあなた自身にも優しくできるし、あなた以外の周りの人にもきっと優しくできる、そんなあなたに変わっていける、成長していけるはずだから、今は辛いかもしれないけど、このお相手の方自身に向き合うっていうよりかは、自分自身の、その心の傷をえぐってくるようなことをきっとこの人がするんだと思うんですよね。だけどそこは一旦置いといて、自分とその自分の心の傷の向き合いっていうところに集中すればいいかなって、思います。こっちのこの人が邪魔してくると思うけどね。だからこそ、意識的にちょっとペースを落としたり、ゆっくり過ごす。このカードの絵柄もね、家で読書してる女の子の絵が描いてありますけど、活動的にならなきゃとか、ミスを取り返すためにチャレンジングにならなきゃみたいな姿勢でね、例えば職場で過ごしてるんだったら、休みの日はゆっくり自分のために自分を甘やかして過ごすとか、わざと活動的になる必要はないし、もう家でゴロゴロする時間っていうのも取ってあげても全然いいかなっていうふうに思うし、あとは家の中にいるよりも外に出た方が
なんかリラックスできるっていう人は、ちょっとこうね、普段行かない、場所にこう遠出して、こう癒しのパワーをもらったり、仮に遠くじゃなくても自分の心が落ち着けるお気に入りのカフェとかに行って、リラックスして過ごす時間っていうのを持ってあげるといいんじゃないかなって、思いますね。なんかこれ顔が描いてる見えるかな。なんかゆで卵くんみたいな顔してるけど、はい。なんでそうね、自分が安心して過ごせる時間で自分を癒していく。そうしていけば、この人自身、この相手のことを変えることはできないけど、あなたがこのミスであったり、何かこの人との間にあったトラブルみたいなものを自分の中でちゃんと癒して受け止めて、で、あなた自身がしっかりと回復することができれば、この人が周りでやや騒いでいたとしても、あんまり気にならないあなたになれるんじゃないかな。少なくとも周りの人たちの目線からしても、この人が全面的に正しいってことはなさそうなので、だからあんまりこの人が言ってることとか態度とか、なんかそういうのを深く受け止めすぎない、うまくスルーするためにも、あなたはあなた自身の心の声とか自分自身の言葉っていうものとこう向き合って、でそれをこう強い自分になっていくためのエッセンスにしていくっていうところに集中した方がいいのかなって、思いました。だから直接またこいつって言いそうになった。この方をどうにかしようってところにフォーカスするんじゃなくて、自分で自分を強くしていく、回復させていく時間を取ってあげるといいのかなって思いました。はい、以上で、3番目の選択肢、マトリカリアを選んだ方の悪口、陰口を言う人の現状、気持ち、今後についてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。